はいどうもこんにちは、あごしばと申します。本日はアークの小ネタ、サバイバー編というのをやっていきたいと思います。サバイバーのね、主にステータス関連の部分になるんですけど、結構このゲーム説明が少ないんで、よく知られてない仕様とかもあるんですよね。サバイバー自身に関わるというところで、皆さんの役に立つようなものもあるかと思いますので、よければ最後までご覧いただけると幸いです。この動画がいいなと思ったら励みになりますので、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。では行きましょう。はい、まずは体力に関してです。落下ダメージは高ければ高いほどダメージを受けそうですが、なんと上限があります。はい。それは432です。これが落下ダメージの上限となっています。なので、それ以上に体力を振っていれば、体力が満タンであれば、落下死で一撃で死ぬということはなくなります。ちなみに体力が 30% を切ると、この右下の骨が折れたマークですね。負傷というデバフ、体力が 30% 以下になるとこのデバフがつきます。これがつくと走ったりジャンプをすることができなくなります。こちらあまり知られていないかもしれませんが、スタミナの回復速度は残り体力に依存して変化します。瀕死状態だと立ち止まっていてもスタミナがほとんど回復しないので注意しましょう。体力は常に満タンを心がけるのがいいと思います。はい。走ったりジャンプしたりすることで消費するスタミナ。このスタミナがなくなると走ることができなくなります。こちら歩いていても少しずつ回復はしていくのですが、立ち止まった方が圧倒的に回復速度が速くなります。はい、またスタミナにステータスを振ると、はい、体力はステータスを伸ばしても最大体力が増えるだけで、回復速度は上がらないのですが、スタミナは最大値が増えるのに加え、回復速度も速くなります。水中ではその場に静止してもスタミナは回復しません。スタミナがなくなると、このようにジャンプ不可となり、早く浮上することができなくなります。そういう時、椅子を海中に設置し、座ることでスタミナを急速に回復させることができます。そうすると、また再び浮上できるようになります。水中に潜るときは非常用に椅子を一つ持っておくといいかもしれないですね。はい、酸素値は上げることで水中に長くいられることができるようになりますね。こちらあまり人気のないステータスではありますが、1上げた時の上げ幅が20と他のステータスより多くなっているんで、5レベも振れば初期値の2倍になるというね、かなり伸びやすいステータスにはなっております。はい、それに加えて酸素値を上げると泳ぐスピードも速くなります。1レベル上げるごとに 1.2% 速くなります。なので試しに、これぐらい振ってみると、ちょっと待ってくれ。ふざけんなマジでクソ。試しに500ぐらいまで振ってみると、これぐらいですね。ちょっと分かりにくいですね。ただ速くなってはいます。ちなみにこのスキューバフィンをつけると泳ぐ速度が 2.5 倍になりますが、この効果とも重複します。なのでスキューバフィンをつけることでさらに速く泳げるようになります。はい、移動速度。こちら振ると走る速さが速くなるのはもちろんですが、それだけではなく泳ぐ速度も上昇します。1レベルにより 1.5% 上昇なので、酸素値による泳ぐ速度の上昇よりも効果が大きいです。このように目に見えて速くなります。ちなみにこちらもスキューバフィンの効果とも重複しますし、酸素量による効果とも重複します。なのでね、これらを合わせればもはやね、水生生物かのごとく速く泳ぐことができるようになります。さらに移動速度の効果はジャンプの距離にも影響します。例えば助走をつけてアルゲンタリスのところからジャンプする場合、移動速度 100% だとこの程度ですね。石の手前ぐらい。はい、それを移動速度 200% まで振ると、はい、このようにね、軽々とさっきの石を飛び越えるぐらいまで距離が伸びました。速度が上がってるんでね、そうなるのはわかりますよね。ちなみにこちら、ジャンプの距離は上がりますが、高度は変わりません。また、生物によっては、機上解除の際、このようにね、右に降りるかと思うんですが、こちらね、左にスティック倒せばね、左に降りるんですが、この距離にもね、移動速度影響します。今 100% だと
まあこれくらいの距離ですね。はい、移動速度 200% の場合、はい、ここまで伸びましたね。結構変わりますね。はい。この仕様はね、予期せず飛びすぎちゃって事故につながる恐れもあるので気をつけましょう。食料値と水分量は食事などで簡単に回復ができるため、捨て振りの優先度は低いですが、実は水分値は時間経過による消費速度が食料値の3倍ぐらい速いです。なので放置の際には先に空腹よりも脱水症状が起こることになります。なので水分値だけでもステータスを振っておけば、より放置できる時間は長くなります。近接攻撃力は上げると敵への近接攻撃ダメージが上がります。100% だと6ダメージなのが 200% まで上げると12ダメージ出るようになります。はい、ただこちら近接攻撃だけなんで、こういった遠距離武器のダメージは増加しません。200% を 300% にしようが変わらないですね。はい、さらに採掘や伐採が速くなるという効果もあります。300% なら3倍の速さでオブジェクトを破壊できます。またこういった性能のいい道具を使えば、その道具の性能による効果とも重複します。さらに過剰ダメージによって採取量も変化します。例えば同じピッケルでも近接300の状態だとこれだけの資源が得られるのに対し、近接を600まで上げてみると、はい、このようにね、得られる資源の量が増えます。ただこちらはね、上げた分そのまま増えるわけではなく、このオブジェクトがどれくらいのダメージで壊れるのかにもよるんですよね。過剰ダメージ分だけ増えるんでね。しかもその増える量にも上限があるんで、なかなかちょっと計算がややこしいんですよね。なので近接攻撃力を上げれば採取量も増える傾向にあるということをね、覚えておいてもらえればいいかなと思います。ちなみにこれはサバイバーだけじゃなくてね、ペットとかでも同じことが言えますね。このようにね、アイテムごとに重量というのが決まってて、その重量分だけ重さが増えますよね。でこの重量 50% までは何の影響もなく持てるんですが、この 50% を超えたあたりから少しずつ移動速度が低下します。はい、今 70% ですね。80% だとこれ。そして85% に達するとこの重量過のデバフがつき、大幅に速度低下します。さらにダッシュとジャンプができなくなります。これはね、わかりやすいんですけど、85% までいかなくても 50% を超えたあたりから速度低下が始まっているということを覚えておきましょう。ちなみにこれが 100% に達すると、今度はその場から動くことができなくなります。はい、ちなみにこういった収納箱から荷物を取り出す際、なるべく持とうとしても全部はね、持てないんですよね。はい、ここまでしか入りません。これね、最大重量の2倍までしか持つことができないということになっております。ただし、こうやってね、その場に小包として捨てれば、それを付近のものを全て拾うってやることで、最大重量以上に持つことも可能です。この付近のものを全て拾うだとね、ああいう風に取りこぼしがね、生じることもあるんで、そういう場合はこのムチ、これを使うのも有効です。はい、これを使えばね、ちょっと離れたところも回収できるんで、より便利かと思います。はい、お次は製作スキルですね。こちら上げることでアイテムの製作や修理の速度が速くなります。はい、100% だとこれくらいなのが、製作速度を上げると、はい、だんだんね、速くなりましたね。はい、もう一度やってみますと、はい、このようにね、だいぶ速くなります。ただこちらの効果ね、道具なしでプレイヤーの手元で作れるクラフトにだけ効果があります。こういった作業台でのクラフトには効果がつかないので注意しましょう。また、この製作スキル、調理鍋で作れるカスタムレシピの品質にも影響します。このようにね、生肉10個でなかなか性能のいいレシピを作ることができます。もっと上げればね、もっといいものもできます。また、この製作スキルは、設計図から作成した武器や防具などにボーナスがつきます。例えばこちらの剣の設計図。この設計図から武器を1つ制作してみると、はい、
このように制作スキルボーナス 15.9% というのがついております。これにより普通に作るよりも優秀な性能のものを作ることができます。ちなみにこの効果は設計図から作った場合のみ有効で、こういった普通のエングラムから作る場合には効果はないので注意しましょう。はい、この忍耐力というのは意外と大事なステータスになります。これを振ることで気絶攻撃を持つ敵からの攻撃に耐えやすくなります。ポイントを少し振るだけでも効果が大きいです。例えばトロードンの攻撃、こちらね、一発でも食らってしまうと気絶値がみるみる上がっていき、気絶してしまいますね。ですがこちら忍耐力に1振っておけば、トロードンの攻撃を一発受けただけでは気絶しないようになります。ただね、逃げ切れず数発受けてしまうと気絶しちゃうので注意しましょう。さらに忍耐力には防寒・防熱を上げる効果もあります。10ぐらい振っておくと結構な値がつくんで、それなりの装備と合わせれば気温の影響をほぼ受けなくすることもできます。さらにはね、この忍耐力を上げることでメガラニアの毒や病気持ちのヒル、オニコテリクスの病気を受ける確率も減らすことができます。意外と大事なステータスです。防具には鎧値というものが設定されており、これらを装備することによって防御力が上がります。この装備式だと571という防御力になっていますね。ただこの数値が何を意味するのかというのはね、いまいち理解してない人も多いんではないでしょうか。これがあるとね、サバイバーがダメージを軽減できるわけですが、その計算式は意外と単純となってまして、簡単に言うと鎧値が100だとしたら 100% 分ダメージを多く受けられるということになります。つまりね、体力が2倍になったのと同じような意味合いですね。なので今これ一式でね、防御力が500だとすると 500% 分攻撃を受けることができます。元の体力と合わせてさらに 500% 分上乗せなので、元の体力の6倍ダメージを多く受けることができるということになります。ちなみに攻撃を食らうとこのように防具の耐久力っていうのは減っていきますが、この耐久値はね、全部位同時に消費します。5部位つけていたら吸収したダメージが5等分されて5倍長持ちするというわけではないです。つければつけるほど防御力は高くなるんですが、同時にね、消耗する部位も増えて修理コストは増大するということを覚えておきましょう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。アーク小ネタサバイバー編のご紹介でした。このアークというゲームはね、やはり恐竜とかそういった生物がね、かなり優秀なんで、そちらにばかりフォーカスが当たりがちですが、こういったね、サバイバーのステータスというのも理解しておくと何かと役に立つかもしれません。ということでね、他にも役に立つアークの小ネタとかいろんな情報を出していきたいと思いますので、他の動画も見ていただけると幸いです。というわけで今回の動画はこれで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。では。